皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。視聴者の方にいただいたコメントをきっかけにイーガダンについて考えてみました。ブレスオブザワイルド薬剤の目視録のネタバレを含みます。敏感な方はお気をつけください。視聴者コメントミニ考察、略して仕込み考察です。いきましょう。イーガダンアジト奥にある巨大な穴のさらに奥に行くと雪山があって、そこに続く道には雪玉が転がっているのですが、雪玉の転がる元をたどると小さめなイーガダンのキャンプがありました。イーガダンは穴に向けて雪玉を転がしているのでしょうか。穴の中に雪玉を供給する理由が気になりますとのコメントをいただきましたので、実際に行ってみました。僕は全く知らなかったんですが、一番奥には本当に到着したらトラップのようにイーガダンが複数現れるキャンプがありましたね。他にこれと同じようなところってありましたっけ？僕は見たことないんですが、雪玉の件ですけど、確かにイーガキャンプの方から転がってきましたが、雪玉に限らず坂で魔物が岩を転がしてくる場所が各地にあるので、それの類ではないかなと思いました。イーガダンが直接転がしてるところを見られればいいんですけどね。近くにボコブリンの拠点がありましたし、そこの上にも雪玉がありました。それとイーガダンアジトのでっかい穴とは距離がありすぎて、雪玉を入れる目的ならもっと穴に近い雪山からでもいい気がします。イーガキャンプの情報をありがとうございました。今回のイーガキャンプに関するコメントの調査はここまでなんですけど、今一度イーガダンについて調べ直していたら発展していきましたので、それについてお話ししていきます。ブレワイ作中でイーガダンのことを調べるためにはストーリーが進んでいないデータでしらみつぶす必要があるので骨が折れますけど、マスターワークスからでも再発見できることがあると思って読み直してみました。1万年前にハイラル王国からの圧政を受けてゲルド地方に落ち延びて、後にイーガダンを結成すると書かれています。しかし次のページでは、ゲルド地方に逃れた武闘派集団は薬剤ガノンを信奉するということだが、現在のアジト内にその様子が伺える形跡はなく、1万年間の記録もないため詳細は不明と書かれていましたね。イーガダンと名乗り始めたのも薬剤ガノン復活の兆しが見え始めてからとも書かれています。1万年間の記録もないためと書いてあるので、1万年前の薬剤ガノンではなく100年前の薬剤ガノンを指していることがわかります。僕の記憶とはかけ離れていましたね。つまりゲルド地方に移動してから1万年以上はイーガダンと名乗ってもおらず、薬剤ガノンを信奉しているというのも約1万年間はわからないということで合ってますでしょうか。とすると、それまでは暗殺者として活動し、100年前の薬剤復活の兆しを聞きつけてイーガダンとしての活動に本腰を入れたってことでしょうか。焚きつけた、気づきを与えた何者かがいたみたいな感じでしょうかね。同時に思い出すのは王国占い師とやらですよね。薬剤ガノンの復活と異物の存在を予期してハイラル王に進言した預言者とマスターワークスに書かれています。姿も名前も一切が謎に包まれている。ゼルダファンの間ではこいつが全ての黒幕なんじゃないって言われている人物ですよね。マスターワークスによると、王がこの予言を信じて古代異物の調査を開始したことからわかるのは、占い師は側近またはかなり高い位にいた、もしくは絶対王政を敷いていたということであるとのことです。王様の言うことは絶対って感じですかね。彼の予言をきっかけにして、その通りに神獣もガーディアンも発掘されて薬剤ガノンを迎え撃つ準備を整えたと言います。それでいて結局ガノンに乗っ取られてしまったと。神獣の発掘、ガーディアンの発掘、ガノンが乗っ取るというここの流れがガノンに都合が良すぎて気になってしまいます。そういった意味で黒幕なんじゃないかと言われていますね。その後彼がどうなったかは分かっていないそうです。もしかしたら彼女かもしれませんけど、薬剤の目視録にも怪しい人物はいましたよね。謎の人物アストルです。彼は占い師とされています。薬剤復活の予言について今までいくつかの動画でやっぱりアストルが怪しいよねといったお話はしてきました。薬剤の目視録をクリアした方ならわかると思うんですけど、彼がイーガダンを裏で操ってましたね。占い師が消えたのはイーガダンアジトに行っていたとかだったりしますかね。アストルが闇テラコを使わなくとも占いができたのかは不明だったかと思いますが、ブレワイの100年前にはテラコがゼルダの部屋にあったことは分かっています。薬剤の目視録作中でローム王とアストルが顔を合わせる場面ってありましたっけ？
僕はちょっと記憶が曖昧なので、情報をお持ちの方はコメントで教えていただけると助かります。以前の動画で話してきた内容としては、他にはアストルが小さな村出身とのギャラリーからの情報と、アデア村の老人が千里眼を使えるとのテキストから、アデア村がアストルの出身の村として怪しいのかななんて思ってます。ゲルドの王族が身につける装飾とローブの背中のマークから、ゲルド族の王族と関連がある人物かもというのはなんとなく読み取れますよね。それ以降は考察が進んでいません。ギャラリーで見ることができるムービー集以外にも戦闘イベント限定のムービーとかもあった気がするので、確かめるならもう一度最初からプレイする必要がありそうですかね。僕の頭がごちゃごちゃしてきたので今回は以上にします。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。ご視聴ありがとうございました。